漫画なしでは今の僕はなかったっていう漫画を10作品紹介します。どうも、漫画オタクのはやんです。今回は以前からたくさんコメントいただいてた好きな漫画トップ10の企画をやろうかなと思います。ただ僕1万冊以上漫画集めてて、子供の頃からずっと読んでるんで、好きな漫画多すぎてほんまに選べなかったです。でも、完成したランキング見たら、納得のいくランキングができたんで、早速紹介していこうかなと思います。それではまず第10位から発表していきます。第10位は君に届けです。この漫画は僕に恋愛漫画とか青春漫画の面白さを教えてくれた作品ですね。沢子と風早の恋愛はもちろんなんですけど、友達との関係とか登場人物たちが少しずつ前に進んでいく姿もめちゃくちゃ好きでしたね。派手な展開が続く作品ではないんですけど、人と人との距離が少しずつ近づいていく過程が丁寧に描かれてて、自然とみんなを応援したくなる漫画かなと思います。恋愛漫画ってこんなに面白いんやなって思わせてくれた作品なんで、今回トップ10に選びました。続いて第9位はオーラン高校ホストクラブです。少女漫画の中では一番好きな作品です。華やかでおしゃれな雰囲気なんですけど、テンポのいい学園コメディとしてめちゃくちゃ笑える作品です。たまにグッとくる話もあるんで、そういうところがめちゃくちゃ好きでしたね。僕こういう平成の空気感を感じる作品とか、テンポのいいコメディ作品好きなんですけど、振り返ってみるとオーラン高校ホストクラブの影響が大きいかなって思います。性別関係なく誰でも楽しめる作品かなと思います。続いて第8位はこちら葛飾区亀有公園前派出所です。こち亀ですね。子供の頃ジャンプ買ったらもう必ず載ってたんで、毎週のジャンプ読む楽しみの一つでしたね。りょうさんが大暴れして、最後に痛い目合うっていうこのお決まりの展開が、めちゃくちゃ面白くて安心感あって、もうずっと読んでられるんですよね。こち亀ほんまに歴史が長い作品で、僕が生まれた時にはもう100巻以上出てたんですよ。だから子供の頃は中古で集めてましたね。で、大人になってから新品で全巻買い直しました。それぐらい好きな作品です。ただ笑えるだけじゃなくて、たまにジーンってくる話もあるし、人生の教訓になるような話もあって、ほんまに年齢性別関係なくおすすめできる作品かなと思います。続いて第7位は名探偵コナンです。コナンはほんまにちっちゃい時からずっと好きな作品の一つですね。僕がずっと好きな理由はほんまにシンプルで、それはもうただただかっこいい、これにつきますね。キャラクターもそうやし物語も全部魅力的なんですよね。僕が特に好きなのは水梨玲奈が出てきたシリーズですね。あのシリーズはほんまに何回読んでもかっこいいですね。続いて第6位はスケットダンスです。僕この漫画は笑って泣ける漫画の最高峰やと思ってます。基本の日常コメディのパートもめっちゃ面白いんですけど、でもやっぱりスケットダンスの魅力といったらたまに来る真面目な回というかシリアスな回かなと思います。この表紙の3人の助っ人団はそれぞれとんでもなく重い過去を抱えてるんですよね。だからこそ普段の行いに説得力もあるし応援したくなるんですよね。特にスイッチの過去とかめちゃくちゃ重いですからね。もう子供の頃の自分には衝撃的すぎましたね。ぜひまだ読んだことない人は漫画で読んでほしいですね。アニメ化されてないスイッチの話はもうほんまに泣けます。はい、ということでここからトップ5に入っていきます。続いて第5位はアイシールド21です。これまでたくさんのスポーツ漫画読んできたんですけど、一番好きなスポーツ漫画を選ぶんやったらアイシールド21です。なんで僕がアイシールド21が好きかっていうと、この漫画は主人公とか一人の天才にスポットライトが当たるんじゃなくて、もう一人一人輝く場面を描いてくれてるところがめちゃくちゃ好きなんですよね。チーム全員でそれぞれの役割を持って一つの目標に向かって戦う姿勢にほんまに勇気もらったし、何度も泣かされました。で、スポーツ漫画の醍醐味って言えばやっぱり強敵と戦って勝利してやったっていうあの瞬間がめちゃくちゃかっこいいと思うんですけど、アイシールド21はそこだけじゃなくてもうそれ以外の部分もめちゃくちゃ丁寧に描いてくれてるんですよね。僕が一番好きなキャラで雪光っていうキャラがいるんですけど、この選手はずっと勉強ばっかりしてて、スポーツ全然やってなかったんですよ。だから運動神経はあんまり良くなくて、試合にもなかなか出られない。だからチームが試合に勝って喜んでても勝利の祝福の輪の中に入れないんですよね。
こういう結構繊細な心情も描いてくれてるんがめちゃくちゃ魅力的かなと思います。もうスポーツ漫画で何がおすすめって聞かれたら、僕は迷わずアイシールド21をおすすめします。続いて第4位は宇宙兄弟です。この漫画はまさに人生の教科書やなって思います。宇宙兄弟に関しては読んでないともったいないって思っちゃうぐらいめちゃくちゃ名作なんですよね。夢や仕事で迷った時とか、何かに失敗した時とか、人生でつまずきそうになった時にこの漫画読めば、その時の自分に必要な言葉が見つかると思います。ほんまに人生において大切なものがたくさん詰まっている漫画だと思います。最近完結したんで、まだ読んだことない人はぜひ読んでみてください。はい、ということでついにトップ3ですね。こっからは僕の人生を語る上で絶対に外せないトップ3です。まず第3位は直撃の相馬です。もうほんまに好きなんですよ。直撃の相馬がジャンプで連載始まった時、僕小学生だったんですけど、その当時はグルメ漫画とか全然読んだことなかったし、また知らんジャンルの漫画始まったなぐらいの感覚やったんですけど、でも連載を追い続けていくうちに、気づけば心の底から好きな作品になってました。料理を題材にしてる漫画なんですけど、僕の中では間違いなく熱いバトル漫画です。で、僕がこの漫画の中で特に好きなのが仲間との関係ですね。お互いにライバルとして競い合いながら、時には力を合わせて全員で成長していく、この一体感というか絆というか、ほんまに少年漫画らしい熱さとキラキラした青春の感じがめちゃくちゃ大好きなんですよね。極星寮っていう、主人公の相馬とか他の友達とかみんなで一緒に生活している寮があるんですけど、そこの生活がもうめちゃくちゃ愛おしいというか、なんかわかんないんですけど、もうずっと見てられるんですよね。もう一番理想の学生生活って感じがします。後半の連帯直撃はいつ読んでも熱くなるし、もう最後は絶対泣いちゃうんですよね。僕が少年漫画に求めるものが全部詰まってる作品です。まだ読んだことないって人はもう絶対読んでください。めちゃくちゃ面白いです。続いて第2位はドラゴンボールです。子供の頃一番最初にハマったのがドラゴンボールかなと思います。でも当時は、正直物語をちゃんと把握してたかっていうと、そうではないですね。でも子供の頃の自分にとって物語の面白さとか関係なく、もうただただかっこいい、これだけで僕がハマるには十分な理由でしたね。でそれから自分も成長して、改めてドラゴンボール読んだ時にさらにドラゴンボールが好きになりましたね。物語をちゃんと理解すると、それぞれのパートごとにしっかりドラマがあって心動かされる場面がたくさんあったんですよね。物語も面白いし、バトルもかっこいいし、あと何より画力が高すぎて、もう漫画としても圧倒的に読みやすい。もう大人になって改めてドラゴンボールってほんまに名作なんやなって気づきました。子供の頃は純粋にかっこよくて憧れて、大人になってドラゴンボールっていう名作が、なぜそんなに名作って言われるのか改めて気づいたっていうのも含めて、たくさんの思い出が詰まっている作品だなって思います。はい、続いていよいよ第1位ですね。第1位はバクマンです。何回も動画で言ったことあるからやっぱりって思う人もいるかもしれないです。それでもやっぱりこの1位は変わらないですね。何回も言ってるんですけど、バクマンは一番大好きな作品であり、僕を漫画オタクにした作品でもあります。バクマンを読む前と読んだ後で漫画と漫画家に対する考え方が大きく変わりました。バクマンを読んで、普段僕たちが何気なく読んでる漫画も、誰かが人生かけて本気で考えて本気で作った漫画なんやなってことに改めて気づかされましたね。だから僕は漫画を簡単に否定することはできなくなりましたね。でもこれはめっちゃいいことなんじゃないかなって思います。漫画を読んで、自分に合わなかった時に、面白くないっていうのはめちゃくちゃ簡単なんですよ。でも僕はたとえ自分に合わなかったとしても否定するんじゃなくて、まずはその作品の魅力を見つけたいって思うようになりました。もちろん考え方が変わったから1位ってわけじゃなくて、もう漫画としてもほんまに特別なんですよね。もうバクマンの物語も絵もどこを切り取っても僕の中では最高レベルの漫画です。もちろん思い出補正とかもあると思うんですけど、今後バクマンを超える漫画には出会えないんじゃないかなって思いますね。ほんまに自分の中で特別な作品の一つです。ということで以上が僕の人生を作った漫画トップ10でした。
今回は動画の尺もあるんで、それぞれ軽くしか紹介できなかったんですけど、どの作品も単体で1本動画撮れるぐらい好きな作品ばっかりなんで、またいつかそれぞれ動画作ろうかなって思います。皆さんの人生で一番好きな漫画もぜひコメントで教えてください。ということで、今回の動画が面白かったっていう人はチャンネル登録、高評価、ハイプよろしくお願いします。それでは本日もご視聴いただきありがとうございました。